こんにちは、パーティーキッチンのあごうです。今日はお腹が空いたらモンスターの方で詳しいレシピが知りたいよという声の多かった天津飯を作っていきます。お腹が空いたらモンスターの天津飯のビデオを見た方はご存知かと思いますが、めちゃくちゃ美味しそうです。皆さんもぜひ作ってみてください。それでは作っていきましょう。
ました。あー、やったー、ありがとう。ちっちゃい私が作ったやついや、ミニチュアに見える私が作ったやつを通常サイズ。そうか、こんなもんなんだね、みんな。やったー、食べていい？はいいただきます。いただきます。一緒一緒チーズがね、たまにこうこってりするのが甘酢あんとね合うから好き、これチーズの香りがするからいいよね。どうだった？作ってみて。まずこのお腹が空いたらモンスターのビデオを見ながら、このレシピに落とし込んでいくっていう作業を、2回目だっけ、2回目ですよ。そうだね、2回か3回目なんですけど、なんかやりながら思ってたんですけど、大きいサイズ用の作り方なんだなっていうのを思いながらやってて、小さいサイズだとまたやり方が違うというか、小さいっていうか普通のね通常サイズ普通の胃袋の人が食べるためのサイズを作るとちょっと作り方違うなっていうのを思いながらやりました。なるほど、例えばどういう？別に分けなくてもできるみたいな、一つのフライパンでできちゃうなみたいなのとかはありましたね。大きいサイズだとなんか大変だから分けてるんだなっていうのがそう分かったりしました。火の通り方とかが違う食材のを別々にやっといた方が楽ちんとか結構あるから、手間をわざとかけちゃうないといけないところがもっと楽ちんにできたりするから、でもすごい味のね雰囲気とかがねそのまんまだからねいいと思う美味しい。私の好きな天津飯です結構ね味もしっかりめなのでがっつり食べたい時にいいんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんも人間サイズでどうぞ作ってみてください。バイバーイ。